あれ、なんか浮かない顔してんね。どうした？悩みでもある？まあさ、何でも話してって言っても話してくれないと思うから、まあなんか話しそうだったら話して。だから、つまりね、もっと気軽に相談してみなってことよ。無理やりポジティブになれって言ってるわけじゃないから。悲しい時は悲しくていいし、落ち込む時は落ち込んでいいし。オッケー。で、今めっちゃいい感じの形になってるよ。気分上がってきたっしょ。まださ、相談とかね、何でもするの難しいと思うけど、全然いつでも話聞くから。話したくなったらまた何でも話してね。あれ、なんか浮かない顔してんね。どうした？悩みでもある？ほら、何でも話して。私が解決してあげるからさ。じゃあまず気分上げよう。手貸して手。なんでさ、うちらがさ、常にポジティブでいられるかわかる？爪ね、爪。ね、爪が綺麗だったらマジ気分上がるから。私なんてさ、今もう不機感でもうめっちゃ気分沈んだんだけど、代わりに綺麗にしてあげる。心配しないで。綺麗にするだけで、別にね、でっかいネイルつけるとかそんなんじゃないから派手にしたりしないから。うん、勝手にケアするからさ。はい、じゃあ手貸して。まあさ、何でも話してって言っても話してくれないと思うから、まあなんか話しそうだったら話して。じゃあさ、簡単な質問ね。最近眠れてる？眠れてない？やっぱさ、悩みあるとなかなか眠れないね。これどうしようとか考えてると、ごめん、こっちの手貸してその次のね、悩みがこうどんどん順番に出てきたりしてさ、でなんかどんどん派生して無駄な心配とかし始めて、寝たいのに全然眠れないみたいな。やっぱあるあるだよね。いや、私も全然ある。ちょっと手動かさないでよ。普段悩みってさ、誰かに話したりする？あんま。人にね、頼りたくないのもわかるし、悩み話すのってマジ勇気いるよね、ちょっと私も前まではそっちタイプで、基本的にね、相談とかしなくて、いやマジ余裕っしょみたいな全部
相談したとしてもさ、その人がその分野の専門家でもない限り、まあ解決策をさ出してくれるわけじゃないじゃん。で結局自分で結論出さないといけないし、まあ自分の状況はさ、自分が一番分かってるわけで、自分の気持ちもね、どうしたいかとかで、自分が解決できてないことをさ、他人にねできるわけないじゃんって。でよくさ、なんだっけ、喜びは2倍悲しみは半分みたいな言うの知らない？あれなんだっけ、友達かな。なんかそう分け合うと喜びは倍になって、それ悲しみは半分になるみたいな、なんか言葉だかなんかあると思うんだけど、普通に悲しみも2倍になるんじゃないって思って、それもあって全然相談しなくて、ちょっと反対。でまあそのね考え自体がなくなったり変わったりしたわけではないんだけど、その考え方を変えたっていうか、なんだろう変わったりしたわけじゃないって言ったけど、その根本の考え方は変わってないんだけど、別の見方をするというか、そもそもさ、相談することで相談相手に解決策を求めてるのが違うなって思って。例えばさ、A と B どっちにするかって悩んでるとするじゃん。でその相談することで、まずそのさ状況を相手に分かりやすく説明しなきゃいけないっていう段階が生まれるわけで、その相談するにもさ、なんで悩んでるかっていうのを言わないといけないじゃん。そしたらさ、例えば A はこういうところが良くて、でもこういう問題点があって、反対に B は、ここは良くないけど、こういういいとこあるんだよねっていうのをさ、ね、説明したとしたら、自分のさ置かれてる状況が客観視できるじゃん。でこれが相談するメリット1ね。で、例えば自分がA と B で悩んでるって
思ってても、誰かに相談するとさ、まあ映画いいよ絶対とかそういう結果は出なくても、新しいシーアンが生まれる場合もあって、例えばなんかあるかな。じゃあ新しい部屋を探してるとなった時に、ここの物件 A とここの物件 B で悩んでるってなって、で説明するわけじゃん。そしたらさ、その相談相手が一緒にね物件見てくれて、それならここがいいんじゃないっていう、もうさ、やっぱ自分一人だと考えが凝り固まってたりするけど、それで相談すると新しいね解決策とか選択肢が出てくることもあるから、これが相談するメリットにね。だからとにかく相談することで、解決できなくても解決に近づいたりすることもあると思うから、で、私は悲しみも2倍になる説もあるからっていうので相談してなかったって言ったんだけど、自分が悩んでることって別に他人にとっては悩みでもないし、その相談内容が、よっぽどね重たい内容、何とは言わないけどもうすごい重たい内容とかだったら多少は悲しみが移るかもしれないけど、でもそうだとしても、その重たい内容だったとしても、その相談相手がねすっごい共感力が高い人じゃなかったら別に2倍にならないかなって。例えばさ、恋愛相談とかさ、恋愛の悩みってさ、自分にとっては結構大きいけど、他人にとったらねそうでもないってことが多いからね。だからつまりね、もっと気軽に相談してみなってことよ。 OK？ 私はね、共感力めちゃ高なわけでもないし、共感するよ、するけどねあとね、ポジティブに変換するの天才だからマジ任せて、そこは。ちょっと爪の形整えてくね。マジギャンカワな爪にしとく形だけね。今までさ、私もいろんな相談受けてきたんだけど、最近だと別れそうなカップルのねより戻したり、
しく何か挑戦しようとしてるけど勇気出ないっていうこの背中を押したりとかしたから、ほんと任せて。実績あるから。さ、ネットでもさ、ポジティブ思考が話題になってたの知らない？ラッキー引きって聞いたことない？韓国のアイドルの子がそのやってる考え方で、どれだけマイナスな状況でもこう幸せを見つけるみたいな考え方で、私もねそれするようにしてるから。例えば何か失敗したとしても、これで同じ失敗はしなくなったなって考えるし、誰かに悪口言われたとしたら最悪じゃなくて、そこ客観的にそういう意見もあるんだなって新しい意見もらったなとかでね、理不尽な悪口だったらこの人と距離を置けばいいしね、考えられるから。もちろんね、その瞬間は普通に落ち込むよ。私だって落ち込むし、ムカつくときはねムカつくし、でもさね、そんなマイナスなことでさ自分の気分下げるの嫌じゃん。もったいなくない？せっかく同じ出来事ならさ、少しでもさ自分に都合よく解釈した方が得じゃん。でも勘違いはしないでね。無理やりポジティブになれって言ってるわけじゃないから。悲しい時は悲しくていいし、落ち込む時は落ち込んでいいし、っていうかね、そういう時間必要だから。私もさ、もともとメンタル強い方だからね、相談することとかなかったんだけど、強いと思ってた。だけど本当に強いと思うんだけど、そうしてそれでポジティブに先に考えてると体に不調きちゃうから、これ結構ガチ結構ガチだから、だからね、全部が全部ポジティブに捉えればいいってわけではないと思うけど、ただずっとね一人で抱え込んでると自分の考えが正しいって思い込んじゃう時あるじゃん。良くも悪くもね。
まあ無理かもしれないとか、どうせうまくいかないとか、実際そんなことないことの方が多かったりするから、だからそういう時は、まあ、誰かに話してみて、まあ、さ、別に解決してもらわなくていいじゃん。ただ話すだけでも違うから。OK。で、今めっちゃいい感じの形になってるよ。気分上がってきたっしょ。どう？いや、これネイルとかしたら、ほんと常に気分上がるから。自分の手見るたびに。よく眠れるようにハンドマッサージしてあげる。最近よくある悩みってやっぱあれだよね。雨。今日もさ、外めっちゃ雨降ってんじゃん。でさ、もう6月入ってさ、梅雨入りしたんだっけ？まだ？何も聞いてないから多分まだかな。やっぱ雨降るとさ、体調悪くなったり、気分落ち込んだりってさ、めっちゃ聞くし、これに関してはね、自然現象だし、私も悩んでる側だからなかなかね、解決難しい悩みなんだけど、それはね、もう雨を止ませることできますみたいな、自由自在に使えますみたいな、そういう映画みたいな展開あればいいんだけど、そんなの難しいからまあ、私的解決策、いやもうこれに関してはね、ポジティブにするとか結構むずいからだから最低限のことって感じなんだけど、まず片頭痛だよね。片頭痛に関しては手っ取り早いのは薬。やっぱ医学の力は偉大だから薬飲んだらだいぶ楽になる。あとね、耳マッサージ、これはいいらしい。何も用意しなくていいし、手軽にできるじゃん、自分で。今すぐでもできるでしょ。今私がね、手奪ってるからできないかもしんないけど、
雨で冷えたりするから、まあ温めてマッサージするのがいいらしい。あと、気分の落ち込みに関しては、私がしてることは、雨の日用の音楽のプレイリスト作って、もう聴きながら外出る。そうすると、その雨の日のさ、憂鬱な気分もエモさに変えられる気がするから。エモい気持ちってさ、別にルンルンの楽しさじゃないじゃん。ちょっとしっとりした気持ちじゃん。憂鬱とちょっとまだ近いとこにいるから。で、雨の日がテーマになってる曲って、大体失恋曲とかでバラード調が多いから、そう勝手にね、エモい気持ちになれるから。だからポジティブにはなれなくても、ただのね、雨最悪、マジ漏れないし濡れるし嫌なんですけどっていう気持ちから、ちょっと気分下がってるなぐらいの気持ちになれるから、ちょっと作ってみて。そういう曲全然知らないなら、私のプレイリスト共有してあげるわ。いい感じのエモめ曲あるから。じゃあ爪も綺麗になったし、ちょっと気分上がったっしょ。まださ、相談とかね、何でもするの難しいと思うけど、全然いつでも話聞くから、話したくなったらまた何でも話してね。今日はもう変なこと考えずにいい夢見てね。じゃあおやすみ。